皆様こんにちは。三つ穴熊服飾図書館 PR 担当のえりぐりでございます。はい、館長の三つ穴熊です。大阪の北浜にある服飾に特化した図書館の三つ穴熊館長と一緒に服飾のことはもちろん社会や文化、哲学などささやかなことからどうでもいいことまでいい加減に考えていこうというポッドキャストでございます。毎月月末のプレミアムフライデーの朝7時頃に配信いたしますよ。お便りも募集しております。概要欄のメールアドレスにお気軽に送ってくださいませ。えりぐりさはい。ん、あまりどうしたんですか、その喋り方は。なんででございますか？ちょっとなんか古いというかね、まあちょっとびっくりして笑ってしまいましたけど、まあちょっとそうでね、ございますか。前からこんな感じでございましたでしょ？まあなんでこの喋り方かっていうのはね、本編の時にわかるということでじゃあいつも通りいきますか。そういやね、万博に2回目行ってきたんですよ。どこに行ったかな。古文図鑑はうん。ほとんど回りました。はあ。で、あとシンガポール館にも行きました。あら、シンガポールシンガに。ポールに。どうでしたか？シンガポールは普通に綺麗で良かったですよ。なんかもあんまり並ばなくても入れるし、う、うんうん。それなりになんかインスタ映え的な映えがあり、お写真もたくさんお撮りになって、そうですね。素敵なお写真が。素敵なお写真が撮れると思うので、映えるので、ぜひシンガポール館にシンガ皆さん。ポール館に。はい。でね、うん。僕最近コーヒーにハマってるっていうのはずっと多分なんか1、2回言ってると思うんですけど、おっしゃってましたね。ブルンジっていう国があるんですけど、アフリカの。アフリカの。そこのコーヒーが美味しいっていうのはよく聞くんですよね。で、そこでブルンジでコーヒーを飲めるので、皆さんもね、ブルンジに行ってください。ブルンジ。ブルンジ、古文図鑑のどこかにありますから、それ調べて。あと、東ティモールもうまいって言ってたんだけど、うん。ちょっともう行ったのが遅かったんで、飲めなかったですけど、まあ、次回また飲みたいなと思いまして。万博に行ってコーはい、ヒーの旅もできるっていうことでごそうでざいますね。すね。そうですね。あとやっぱ万博って夜に力を発揮するんですよね。涼しいし。涼しいのもあるし、なんかこういい感じに光ってるんで、いい感じに光いい って。ライティングがなんかね、本当にうー各館ん。綺麗なんで、うんうん。だからその行った日が8月の前半だったかなに行ったんですけど、僕も X でね、うん。オールナイト万博とかやればいいのになって言って、なんか例えば音楽とか流してレイブパーティーみたいな、うん。なんかあったらしいですね、オールナイト万博っていうの。先月のニュースにございましたね。電車が止まって、あれ大変そうでございましたね。そうですね、意図せずではちょっとかわいそうというかあ意れですが、図せず。なんかオールナイト行くぞっていう気合が入ってたらいいけど、うん。帰れないのみたいになるとちょっと辛いとは思うんですけ1ど、万人以上がね、お一晩ずっはい、といらっしゃったみたいで大変そうでしたね。僕がつぶやいたせいなのかなってちょっとだけちょっとだけ責任を感じて春ますけど。日みたいじゃん。そうです。あるいいかもしれない。もう世界が滅亡しないするって僕に思わせないように皆さんしてくださいね。まあ館長もうね、こう毎日暑くって暑くって、もう来週から9月だっていうのになんでこんな暑いんですか？なんでそんな喋り方なんですか？え、いつもこのような喋り方しておりますでしょ、いや私。もうなんていうか、50年代60年代感がやっぱり下手くそですね。なかなかね急にはできなあんないですよ。高貴な喋り方私できませんのよ。なるほど。っていうのもね、はい。先月うん、お話ししましたでしょ、はい。映画見るって。映画見ましたか見ました。3回も見てしまっ？3回も見たんですか？オールタイムベストに入ってしまうぐらい好きになってしまいまして、まあ確かに面白かったです面白ね。かった。うん。やっぱいいですね。5、60年代の映画っていうのはうん。いいですわ。ね、いいです。見てくれた人も、まあこれを聞いてね、また見てくれる、うん。見たいなと思ってくれる人がうん。増えればいいかなと思うんですが。まあネタバレはね、うん。しない感じでお話ししていこうかなと思っておりますよ。で、先月、
この映画を見るって言ったにあたって衣装の賞がないみたいな話をしてたじゃないですか。うんなんとタイムリーな話題で今国宝っていう映画は僕は見てないんですけどやってるらしいじゃないですか。そうですね。なんかすごい話題になっておりますね。でその映画の国宝の衣装を担当した方うんうん。のインタビューが総演か何かで載っててそうです。ね。衣装デザイナーの小川久美子さんという方のインタビューが載ってございます。ですごい詳しく衣装の内容だから歌舞伎役者の映画なので、その普段着歌舞伎役者だから60年代ぐらいから始まるなんかからおとしめすまでの物語なので、その間の普段着と歌舞伎のお衣装を担当されて、その裏側についてすごい事細かに書いてあるので、舞台衣装とか映画衣装が好きな方はすごい興味深く読めると思いますのでおすすめですね。小川さんは有名な映画だったら、今回の国宝以外にはだったらどういうはい、映画の衣装を担当されたのかなと思いました。その総演のところにはキルビルとか、あとは悪人もしたんですか、とか怒りとか、結構ね渋い映画が多かったですね。その衣装が目立つというよりは社会派の渋い映画とかが多いような印象で、私もだからご存じ上げなくて今回初めて知ったんですけど、めちゃくちゃ知ってる映画いっぱいされててびっくりしましたなんかこの間話したそうこそうそうとと内容が例えばこう、うん華美な衣装というよりかは、なんだろそう普通に日常生活で着る服を担当されてるのが多い印象だったけど、今回はかなりね派手な衣装を担当されたみたいで、そのインタビューの中にもあって、これまであまり表に出てこなかったと意図して、でそれはやっぱり衣装があんまり目立ってはいけないと思ってたらしいんですけども、でインタビューの中にも先週お話しした日本の映画賞の中に衣装賞とかがないっていうことをやっぱり小川さんも意識していらっしゃったみたいで、これからはちょっとそういう発信もしていこうかなみたいなことも書かれていて、あ、そういう流れが来たかと思ってそうですね、ちょっと嬉しかった。我々のおかげではないではないではないやっぱりではないやっぱり是枝さんのインタビューというか、受賞スピーチも大きかったんじゃないかなとはちょっと思いますね。あの辺りから結構潮目変わったような感じがあります。春日なのかなってまたやっぱりちょっと思っちゃったんですけど、違うかったですね。館長がはい本当にね、でもこの小川さんもそうだけど、いい映画っていい衣装なんですよね。そうだから本当にね、いい映画、小川久美子さんのそのフィルモグラフィーいい映画多いので、それから見ていっていただいても面白いかなと思いますね。はい、で肝心の該当ですね、感想をちょっと私の感想を述べさせていただいてもよろしゅうございますでしょうか。はい、どうぞお願いしますちょっとだんだん崩れてきたあれ長さが1時間半ぐらい、90分ですかね。びっくりしたんですけど、なんかもう気分的には3時間ぐらい、いい意味でいい意味でもうすごい濃厚な作品で、3時間って言われるじゃない、1時間半であれだけの展開が入って、あんだけの人物が全部キャラが立ってて描かれてるっていうのが本当に作品としてすごいなって思って、でそれだけこうギュってまとめられてるのに割とゆったりした雰囲気で、そんなこうポン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 駆け足で進んでいく感じでもなくて、結構そのシーンいるみたいなシーンとかもあったし、火事のシーンのなんか矢島の会話とか言ったとか思ったけどそんなも挟みながら90分であれだけまとめてるっていうのがすごいなと思って、やっぱキャラもみんな立ってて、いや何回見てもなんか面白くてつい、3回見たって言ってましたね。それで今気が気にもう一回見ちゃったけどで結構ねストーリーも結構どんどんポンポンと展開していって、早くもなく遅くもなくで面白かったですね、ストーリー的にも演出的にも。ソフィスティケーティッドコメディって書いてあったじゃないですか。本当におしゃれな感じで都会的っていうのは本当に、いや本当にそうだった、わかるなっていう感じでしたね。感情も楽しんで。そうですね。だからジャズとかを音楽がメインに使ってたし、でいや本当に洋服もすごく可愛くて、本当におしゃれだったおしゃれな感じで、雰囲気全体がおしゃれっていうか、まあ洋装店とか出てくるんでね、そういうのが
メインのなんていうシチュエーションというかうん場所だったりするそうですんでね。ね。基本の舞台が洋装店と、その前の通りとかでしたよね。で、小物とかもね、いちいち可愛かったですよね。背景とかのね。ね、なんか謎の前から開く車とか可愛かった。ちっちゃいねフロントから調可愛いべたら BMW らしい。そうなの。なんか 250cc って書いてましたけどね。へえ、めっちゃ可愛いですよね。ね、あと僕は電話でかいなと思ったんですけど、あんまりそうは思わなかったですね。私だから私そもそも黒電話の世代じゃないから元も見たことないのもあるかもしれなくて、あんまり違和感なかったんだけど、なんか全部でかかったのいや黒いのも。特にね洋装店のうん奥さん銀子さんね。が電話出てるシーン見た時に、電話でかってなんか思わず言っちゃいました。そうなんだ。はい。あんなでかくなかったの？でかくなかった。まあ子供だからな僕も。でもあんまりあんなでかいイメージはなかったですね。へえ、まあ確かに顔よりはなんか顔ぐらいはありましたね。顔ぐらい。その車や電話にも注目してみていただければ。まあで服の話しましょうか。そうですね。森英恵さんの衣装デザインが全体的にされてて、めっちゃ可愛かったですね。全部可愛くて、なんか本当になんかキャラクターに合った衣装をそれぞれ作ってるんだなってすごい思ったし、まあだから若いお嬢さんにはお嬢さんっぽい可愛らしいちょっとファンシーな服になってたし、マダムはミンクの毛皮とか着せてたよね。あれもすごかったんで、白黒でも分かるぐらいのツヤツヤだったけど、ね、マダムはマダムっぽくて、森アさんその映画やってる時は31歳ですからね。若いっすね。で54年からすごい映画のやつをぐっとその時期にもう全盛期の時ねやってらして、でその後60年代に入ってると半ばからニューヨークに行ったりとかで忙しくて、まあ10年に1回か2回ぐらい舞台衣装とかやったりしてる感じなんですね、来歴を見てると。だからもう本当に50年代にすごいたくさんやってらっしゃるんで、なんかほとんど寝てなかったとはインタビューに書いてあったんですけどね。そうすごいですよね。なんかこの映画が多分本当にその森英恵さんの映画衣装の後期の作品かなとは思いますね。そうですね。だから54年からやられてるんで、54年って言ったらだから28歳とかでやってるんですよね。すごい。なんかそれ考えるとすげえなと思って、映画監督昔の映画監督とかって絶対怖いと思うんですよ普通に。で役者も怖いし、半分なんかこう破天荒な話とか聞いたら猟銃持ち出してどうとかいう話とかやってるじゃないですか。そう、この監督もすごい怖かったってね。らしいですね。一番怖かったって無頼派っていうかこう本当にとんでもない人だったらしいんで、そこでやってたってすごいですよね。いや、中で森英恵さんのファッションショーに登場人物が行くシーンもありましたよね。めっちゃ後ろに森英恵ファッションショーって書いてあって、あれだからちょっとメタ構造っぽくなってるんですよね。で多分洋装店の中の小道具とかもなんか森英恵さんが意見言ったりしたのかなとかちょっと勝手に思ったりしましたね。でもまあ自分でやってらっしゃるんで、そこら辺は割とリアルな感じで作ってるんじゃないかなと思いますね。ファッションショーの服可愛かったです。可愛かったですね。昔のファッションショーの感じがね、ああいう感じかと思って見てて、で客席でねずっとお話ししてたりとかするのもリアルだなとか思ったりして、なんかこう映画の中に実写っていうか、ああいうの入れるのってフェリーニの映画とかでもあるんですけど、なんかいきなりこうイタリアの有名なお祭りなのかな、のシーンが入ってたりとかするんですよね。そこだけなんかこうドキュメンタリータッチみたいな感じになったりするから、そういうの流行ってたのかもしれないですね。ああ、なるほどね。だからまああの頃はもう森英恵さん多分もうブランドしてファッションショーはやるぐらいの感じではあったのかもしれないですね。そうですね。国内では、それなりに多分有名な方だったとは思うんですけど、森英恵さんのことちょっとだけ話すと、島根県出身なんですよね。島根。で50年代にすごい映画が釣り合って、で60年代半ばにニューヨークで最終に発表して、でニューヨークでずっと発表されてたんですけど、10年ぐらい発表されてたんですけど、いやなんかビジネスしてやっぱり本当のクリエイティブはヨーロッパにあるって言って、79年にパリのオートクチュール組合で初めて
ちゃんとしたオートクチュールとしてうん日本人で初めてのショーをやってるんですよね。だからもうパイオニアっちゃパイオニアでもうね、誰もこ他の追随を許うさない許さない。まあ追随はもしかしたら幼児とか川久保さんとかが言ってるのかもしれないですけど、建まあまあでも造と同じぐらいですかいやいね。やいやもっと古いですね。やっぱりじゃあはパイオニアですい、ね。そうですね。本当に。もうこの人がいなかったらっていう感じの存在なんそうで、ですね。アメリカ行ったなんかエピソードとかも結構面白いですよね。そうアメリカのですね。百貨店だにニーマね。ンマーカスだったなんかそのあそうたりだそうそうと思うんですけど、そうそう、あの辺りのエピソードも結構面白いんで、うんいやぜひみんな調べてほしいですそうですね。けど。森花さんでだからね、うん島根に石見美術館っていう石見県立美術館っていうグラントワっていうところがあって、そこで割といい展示とかオートクチュールの服とかもちろん森花江さんの服とか置いてるんですけど、なんでそんなことどこにそんなとこって言ったら悪いですけど本当にアクセスはしづらいんですよ。おーで石見っていうからうん石見銀山とか行ったついでに行けばいいとかみんなもしかしたら思うかもしれないですけど、うん石見銀山からも結構遠いんでだから出雲大社行ってついでに行こうとか考えると萩からの方がもしかしたら近いかも。もうそれ島根の人じゃないと分かんないやつじゃん。そうですね。山口県から行った方がもしかしたら近いかもっていうところに山口から。山口からそれで言われたらちょっと分かる。行った方が近いかもしれない。で石見銀山って意外に真ん中ぐらいにあるんで、うんうん横長だもんね。そうなんですよね。だからついでに行こうっていうと、まあ車があったら行けんのかもしれないけどちょっと気合がいるんですけど、ああ僕もまだ行ったことないんですけど建物とかもすごいいいらしいんで、うんうんぜひいつか行ってみたいなと思ってるんで、もしなんかそっち方面に行く方はぜひグラントアにも寄っていただければいいかなと思ってます。ああそっか、そこが森花江さんの故郷だからそんなのいっぱいやってるってこと多ね。分関係してると思いますけどね、うんこれもうかなり適当に言ってるんで全然関係してないたまたまだわって言われるかもしれないですけど森花江さん以外のファッション系のことももう確かねいくつかオートクチュールの服を所蔵されてたと思うんでへーファッション系とか美術系とかうんうん割とサブカルっぽいものもやったりとか、なんか何しかいい展示をやってるところなんですよ、グラントはって。旦那さんと一緒に確か東京に出てそこで洋装店したんですよねいや確か。来歴見てると、うん東京に行ってるのはね、うん37年だから11歳でもう東京に移住されてるんで、ご家族で。はいあーで高校はもう都立の高校に行かれてるんで、そしたらその島根にいらっしゃったのは11年間だけなのかな。そうですね、うん26年に生まれてだからうんでスタジオ設立が51年なんで、うん25歳で新宿にスタジオであーデザイナーとしてデビューされてるって感じでもすぐに多分映画ずっとやってらっしゃったんですそうですよね。3年後に映画やってるからどういう感じすでごいな。すごいもうバイタリティがやばいみたいな、もうあれですね、街頭に出てきた本当にマダムとかの感じですよね。そうですね。もうそれこそその多分、まあ婦人服をねやってらっしゃったから、ああいうオーダーを受けてああいう本当に店舗だったあんな感じだったんじゃないかなとか思ってそうですね。見ちゃいますね。うんまあそうですね。あとそう映画の話に戻りますけど、うん映画白黒じゃないですか、はいやっぱ白黒映画良くないですか？白黒の方がまあ僕ちょっと若干色弱なんで、白黒の方っていうかまあ多分カラーも白黒もそんなに僕は分かってないんじゃないかなと思うんですけどね。なんかカラーの場合は多分そのカラーリングを多分その色がよく分かる人向けにカラーリングしてあるから、多分その例えばその、まあ、全部白黒に見えるってわけじゃなくて、こう茶色っぽく見える色があったりとかするわけじゃないですか、色弱の方って。なんかそんなの配慮せずに配色してるから、そのいい感じには見えないと思うんですよね、カラーだと。そうですね。だから多分もうこれを言うと怒られるかもしれないですけどテキスタイルにいまいちグッと入り込めないっていう部分があるのは、関係してるんじゃないかなと思います。なんか白黒だともう花からもう色使えないの分かってるから、この映画もそうだけど、チェックとかもすごい白黒で映えるチェック柄を使ってるじゃないですか。そうですね。で服のコントラストとか、基本コントラストで全部多分カラーリングしてらっしゃるので、だそういうのが多分綺麗に見えるんですよね、多分色弱の方にも、白黒の方がね。あとはまあフォルムを重視するっていう服作りにおいてフォルムを重視するっていうのも、
多分関係してると思うんですよね。うんでデザイン出す時とかも、うんまあ、個人的な話でうん映画からちょっと離れちゃいましたけど、うん白黒の写真をデザインソースにする場合がすごい多いんですよ。館長はうんカラーの写真集よりは白黒の写真集そうですね。の方カラーはがなんかノイズになって情報が色の情報が全く見えないわけじゃないんで全然、多分軽い色弱なんで、うんあの色の情報自体多分からこれ健常者もそうだと思うんですけど、うん色の情報を削ぎ落とした方がうんフォルムがに集中できるみたいなのに近いと思うんですよ。なるほど目つぶってる方が耳聞こえやすいみたいなのに近いうん話で、うんそれで多分なんか何を重視してるかでうんな問題なんですけど、うんそれでちょっとその辺関係するのかなと思いますけどね。だからもしかしたらこの構図とかにも集中しやすいかも、白黒の方が。ね、前回言ってらっしゃったその血しぶきが白黒の方がなんかグロいとか、想像をかきたてるのは白黒の方なのかなとは思ったりしますね。自分のこの頭の中で多分こうグッと入り込むというか、好きに色付けするというか、まあ色の概念が強い人はあるのかなとか思ったりします。そっか、じゃあこれが何色かなとかばっかり考えちゃって、ノイズになる人ももしかしたらいるかもしれないですね。なんかそう思っちゃう人もいるかもしれませんね。そうですね、まあだから自分がどういう特徴かっていうのをこう鏡のように感じれるっていうのもそういう映画とか絵とか、ね、映像の面白いとこかなとは思う。確かに。だからまあ白黒で映るっていうことを前提に森英恵さんもデザインされてるし、こうなんていうんですか、配色してるから、まあ、実際あれが何色だったかわからないんですけど、例えば主人公の人が着てたチェックのスーツはなんか小さいなんだろうなん四角いチェック柄っていうんですか、何柄っていうのかな、あれなんだかなんかグレンチェックみたいな感じだったかな。あれもなんか薄いチェックなんですよね。でも多分しっかりわかるから白黒になっても、実際に見たらもうちょっと濃かったのかなとか思ったりして、でも肩幅すごかったですね。そう顔がいや肩幅ね、岡田真澄さんが、あれ一応主役ではない準主役ぐらいでいいのかな、すごい肩幅。あれはでも顔がちっちゃいからかなとかも考えたけどいや演出じゃないですか。考えても演出なのかな。なんかこう肩パッドかな、生きってる感じとかを表現してるんじゃないですか。どうですか、その、テーラーとかをやってきた経験から、あの映画のそのスーツって。やっぱりね、なんかこう専門、まあこれ言うとあんまり誤解されたら嫌なんで全然あっていいんですけど、自由なんで、ただなんかこう染みついてる部分が多分あると思うんですよね。僕にも染みついてる部分があって、やっぱりデザイナーが作ったメンズだなって思っちゃう部分がある。テーラーじゃなくて、だからメンズってなんかルールみたいなものがバッてあって、どっちかというと僕もそのルールなんかどうでもいいって考えてる方だけど、やっぱりそういうとこに結構いた時期が長かったりすると、生活様式に近くなっちゃって、ちょっとなんかルール逸脱してる感じ、実際本当に逸脱してるかは別として、見た感じなんかやっぱりレディースのデザイナーが作ったメンズだなと、特に岡田真澄さんが着てたようなすごいジャケット、服はだからおしゃれ。逆に言うとその主役の男の人が着てたスーツとかはあんまり違和感感じないですよね。じゃああれはもしかしたら森英恵さんじゃなくて、テーラーさんが作ったかもしれない。とかそのいわゆるこうメンズの方に頼んで、量販店のものなのかもしれないし。量販店あったのかな。わかんないけど町のねお仕立て屋さんのテーラーさんにね頼んだのかもしれないですね。知れないし、って感じですね。だからまあどうしてもだからファンシーなスーツ作ると、やっぱちょっとそのスーツ自体の概念からちょっと逸脱しやすいのかもしれない。それはテーラーが作ってもそうなるのかもしれないですけどね。なるほどなるほど。ちょっと違和感は感じは、特に肩幅やっぱり違和感感じました。いやあれはわざとそうなのかな。そういうキャラなんじゃないの、わかんないけど。その絵だからちょっとなんかね、
みんなどう思ってんのかみたいなことはちょっと知りたいなと思いますけどね、ああ確かいうの見て。スーツって言ってまたどんどんなんか話ずれはい。ていっちゃうけど、うん。結構今作られてるう映画ん。のうん。その過去を舞台にしうんた作うん。品に出てくるスーツってどうなんですかあれ？詳しい人が言うには、僕そうんこまで詳しくないんで、うそのん歴史的ななんうんうかとか、んやっぱりちょっと特に大正とかうんうん明治をうんモチーフにしたものに関しては、うんうんいや、この時代にこれはおかしいだろうとか、帽子とかね、あのあたりとああか結構言ってる人いるんうんで、うんだから詳しいとノイズになっちゃうんですよね、そういうのが。ああそうだよねわかる。なんかスポーツになんか例えばアイスホッケーうすごいやってんる人がアイスホッうんケーと基本僕たち知らなうんいから、うんなんか違和感なくわーって見れるああそうドラけど、マとかねなると医者系のドラマが一番なんかお医者さんが ありそうありそうあ弁護士とかねうんないだろうってうんなるのと一緒で、詳うんしい人にはノイズになるんですけど、でも服飾系もありませんなんうん、か服飾系のその服作ってる映画とうん、かで一うん。瞬で服できるやつめっちあ、ゃ気になりません？そうですね。一晩で作ってそう、くるやつ納期に追われてない感じね。そう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 そ必う死な感じがないやつとないやつかは、とかあとはジョバンニが一晩で作りましたとしたかいううやつでやん。ばいこの人一晩でスーツ作ってきやがったみたいなあと作業場がめっちゃ綺麗とあわか、かるもうちょっと散らかるよねみたいな。ありますよね。やっぱそのなんかうん、筋の人が見るとさ、うん、やっぱ業界の人が見るとちょっと違うようなとか思っちゃん。うよね。そう、でも大概の人は全てのことに素人だうんし、詳しくないんで、うんほとんどの人は分かってないから、まあ時代交渉どうなんだろう、歴史に詳しいとか見るとやっぱり、うんうんそれがさっき言った話でノイズになっちゃうっていうのうんうんうは、ね、いいん加減になって無視すれば多分話を楽しめるんだけどっていうことで、なんか舞ん、台衣装とかその映画衣装を作ってうん、る衣装としてう作る方ってん、そこのバランスがすごい多分難しくてそうですすげね。えこだわっていやこの時代は切り返しがもうちょっと前だったとかやってるそ場合じゃないとう、思うんですけどでも多分それをやるとマニアはめっちゃ喜ぶんですよね。そうね。歴史交渉みたいなとこね。だからそうそう。なんだっけな、時代うん劇でうん。暗いとか、あと汚いみたいな、ああ話でクレームが来たけうど、んそれは割と忠実にやったら、うん暗いし汚くなるから、うんなんか、忠実にやったんだっていう、なんか反論されてうんる話とかもあったから、難しい部そうだよ分ですよね、ね。その塩梅って。前も言ったっけだからその黒うん、澤明うがん、すごい派手なうん、服で着物でやっうていやん。フィクションだからって言ってやっうたりとか、まあ、それもありん。だと思うけどでもなんか加減っちゅうものがあってうん。ステッチとかは入れないでほしいよね。あ、まあな。ミシンステッ確かチを着物にに。は入れないでほしいとかそれ確かレベルに。スがあっマホ出ててきたらみたいな話まで行くそうでも多分普通と、の人は分かんないんですようーね多分ん。その時代劇のまあでもうん。ちょっとハイファッションな時代劇の衣装うん。の袖口にミシうん。ンステッチが入ってたらうん。嫌じゃんでも多分ああ。あんまり服興味ない人うはん。あんまり気にしないと思うんですよ気にしないとね思いますね。うんまあでも、最終僕好きな言葉があっうて、んジョージ・ルーカスだったかな、うんスター・ウォーズの時に、レーザーとかの音がビュンとかやうったり、ん爆発音とかするじゃないですうんうか。ん船が爆発。うんでも宇宙って真空だから、うん爆発音とかしないはずなんですよね。うんうんでも、俺の宇宙ではするんだよって言ったら、それがいいんじゃないかなと思うんですけどね、僕確かにの中では。そこまで開き直ってくれうたらいいんだけど私ん。こだわっちゃうからなんまあ、かどっちが面白いかですね。やっぱ爆発音した方うんがうんうん面白いと思う人が多いとは思うんでもで。私スター・ウォーズ好きじゃないんだよ。あ、そうなんです。でも、スター・トレックもでもレーザーの音はしてたんじゃないかな。してどうだろう。してるしてたでしょ。るしてるでもスター・トレックは好格子魚雷きだな。の音とか。してたと思うんだよね。あれねスうター・トレックん。の服もダサいよねあれダねサいですね。まあでも、キルビルの服と近いんじゃないですか。ユーマ近い、とアマンの。まあ近いけどなんかねずっと見てると好きになってくるからまあそういうことだよね。そう。そうが二次元のさうん。実写化うの時ん。もなんかすごいそここだわってほしいっていう気持ちとうそのん。でもこだわったら多分元の絵にはからは遠くなるんですよね多分。そうですね。スうんカーフがずっとこう、水平になってるみたいな。
ね、どんな素材で作ってんだみたいなね。そうそう、だからあれも大正とかさ、明治のうん時代が舞台のやつとかを舞台化とか映画化するときに、いやーその素材はなかったんじゃないかなとかそうですなっちゃうんだね。よ。だから詳しくなるっていうのも悲しいもんなのかもしれない。ポリエステルの軍服はないんじゃないかなみたいな思っちゃったりとかするけど、まあそれでも見た目的には絶対そっちの方がかっこよかったりとかもするんですよね。多分ウールとかで作ったらもっさりするから。だからまあ前回言ったか言ってないか覚えてないけど、ギャング・オブ・ニューヨークの衣装デザイナーさんも、完璧に忠実にはしてないよとは言ってて、なんかやっぱり綺麗に見えるようにとか考えてやってる。それは歴史交渉オタクからの防衛線を張ってるだけかもしれないけど難しいですよね。それこそなんか確か昔ってスーツの型線ってもっと前だったんですよね。後ろですね。だったんですよね。あれが結構明治ぐらいまでそうだったのかな。戦前まではそうですね。だいたいだから戦後45年に終戦してるんですけど、50年代の服とかでも後ろにあるやつは写真とか見てたら結構あったりするんですけど、そんなの再現してるの見たことないですもん。多分ねそこにばっかり気を使って写真集とか見てたら、そうだってなただね、たけしがやってた東條英機のドラマ、なんかなぜ東條英機をクリスマスにやってんだと思ったけど、ドラマあるんですけど、あれ後ろになってたんじゃないかな。すごい、その衣装デザイナーさんの名前を掘らないとダメですね。まあ軍服だから歴史交渉のなんか入ってたりとか、軍服に詳しい人が衣装についてたりしたんじゃないかなと思います。こだわって作ったんですね。確か後ろになってたと思います。すごい、やってる人はやってんだ。でも誰もそんなとこね、型線が後ろにあるなとか見てない。服飾の人しか分かんないんです。いやでもなんかそういうのこだわってるのいるとちょっと嬉しくなるんですよ。まあ確かにね、なんか映画の見方でもなんかのオマージュとかが分かればマニアの人は喜ぶし、こうね、普通の人が気づかないところをこうグッと、だから両方満たせるものがねストーリーが面白くて絵も綺麗でもマニアも喜ぶギミックみたいなのが入ってるっていうのが名作ですよね。名作かもしれない。名作と言われるやつですね。あとだから白黒でもうちょっと話すると、やっぱ白黒だからその使うそのなんていうか配色の制限がすごいあるからあのデザインになってるわけじゃないですか。で多分映画自体もその火事のシーンとかもあったけど、白黒だからこうしなきゃいけないみたいな縛りがすごいあったり、当時だから CG とかもないし、3D プリンターもないしっていう時代だからこそこういっぱい考えて工夫して撮られてると思うんですよね。でその良さっていうのは私たまらんのですよ。ちょっとわかる。火事のシーン結構迫力ありましたからね。本当に燃やしてんのかな、めっちゃ使ったのかなって思って。なんかね、やっぱ火は絶対使ってると思ってやっぱりどこまで実物大でやったり、実際燃やしたりしてんのかなと思ったりして、やっぱ面白くて。そうですね。なんか僕ランボーが好き。ランボーが知ります車とかの爆発がさバンって撃って、そうはならんだろうっていう炎が上がるじゃないですか爆発シーンとかに。僕あれ好きなんで、やっぱ本当の火使ってんなみたいな、好きなんで、だから火事のシーンは僕結構いいなと思いました。危ない発言ですね。なんか緑背景じゃないので撮ってるっていう、なんていうかこのライブ感っていうか、なんか一発でいくぞみたいな気合っていうか、でやっぱり戦後すぐ、戦後10年後ぐらいですかね、の感じの何もない街とかの中であれだけの作品撮ってる、その多分みんな頑張って作ったんだろうなっていう感じとかもすごいあって、でやっぱりその作品作る時に、今って結構パソコンがあるから、このポッドキャストもそうだけど、後から切ればいいやとかなって、全部後から、修正したらいいし、フォトショップでニキビ消そうとか結構簡単にできちゃう時代になって、普通の人でもね、でもそれがあるからできなくなってしまったものってすごいあると思う。緊張感は全然違うと思いますね。フィルム代もやっぱりかかるし、だし、そのやっぱ何でもできるから
失ったものって結構大きいんじゃないかなってすごい思うんですよね。まあ確かにな。だうから監督んが怖かったっていうのもやっぱり誰がやってたかな、フィルム代お前が払えやみたいなことを役者さんが言われうたみたいな話んもこのうん監督さんじゃないけうんうんどうん言ってたから、やっぱフィルムうん現像代うねとんか、ありますよ現像ね。しなかったですよ、フィルム代はかうんかるんでね。音楽とかも私あんまり詳しくないけうど、やっんぱ一発撮りしなきゃいけなかった時代のうさ、音ん源のさ、なんうんか違う感じがしうて、ん今ってほらもう全部切り張りで全部レコーディンうグできるじゃないですか。んで昔って歌わなきゃいけないじゃん。そう一発で。でしかもその機材とかそのもう周りのセットとかめっちゃこだわってさ、うんなビートルズだっけ、なんかまあいろんな多分バンドがなんかイギリスのめっちゃ田舎のすっごいよく撮れるさスタジオがあったの知ってます？ちょっとあってもうわかんないです。みんなそこに合宿に行くんですよ。だからそこえのなんかすごい、私もあんま詳しくないんですよ。うん全然詳しくないんだけど、うんなんかなんだろう農場かなんかのう中のん倉庫かなんかうんのところがすげえよく取れるところがあったらしくて、そこにそんがなみんなバンドがそこに泊まり込みに、うんクイーンだったかな、もうなんか行ってクイーンもそこで確か映画では止まったりしてそう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 、やってましたよね。あれ、うんあそこにみんな行ってたらしいんだよね。そこじゃないと取れないとかっていいよとか言ってでなんかその機材のさこのコードをさ長く引っ張っていったりとかしてっていう努力がさあってまあ確かにね、ノイズ消せないとかありますからね今みたいに。そうねとかそういうのもあったりして、だからそういうなんかあとはそのやっぱりできないことがあるからこそ、じゃあどうやったらそのシーンが撮れるかとかを考えて撮ってて、でどっちがいいかっていうよりはその環境によっうんてうん違うものが環境によって違うものが出来上がるっていう考えがいいかもしれないですね。そうだから種類が違うものができるっていうか。そうだからその試行錯誤してる段階うんで多分きっといいものがよりいいものになったりとかするんですよね。だから私結構その制限とか縛りがなんか新しいものを生み出すんじゃないかなとはちょっと思ってて、だからそのなんか今もなんか結構ポリコレって叩かれたりもするけど、今の縛りって多分ポリコレぐらいしかないんじゃないかなとも思ったりする。確かにね、だからまあテーマみたいなもの、コレクションテーマみたいなファッションで言うと、そういうもの自体が縛りっちゃ縛りなんでね、このテーマの中で何をやるかみたいな。でジャンルもそうですよね。スポーツウェアっていうジャンルで行くって決めた時にスポーツウェアっていう中で、特にスポーツウェアなんてね、登山とかになると生き死に関わるんで結構ねちゃんと作るけど、その中でもダサいものは着たくないっていうのがみんなあるからある程度おしゃれにしようっていう不思議ですよね。本当だったらダサさとかかっこよさとか関係ない生き死にの場面で、危険な場面でもまあ宇宙飛行士はさすがにかっこよさとか考えてないかもしれないけどあるんじゃない？あるんですかね。ここはかっこ悪いから変えてくれみたいな。やっぱキラキラしてるのはそうじゃないの？わかんないけど、登山ってある程度やっぱなんかかっこよさいるの？あれやっぱり気にしていますよみんな。へえ。まあでもそうね、だからやっぱ服作るのってその、TPO を踏まえて、やっぱ人の体ってどうにもならないじゃないですか。やっぱそれに合わせて作るから、すごいそれってすごい縛りだと思うんですよね、人の体に合わせて作る。で顔の前は覆ってはいけないとかさ、そうですね、腕は上がらなきゃとか、足はちゃんと階段を登れるように、だからタイトスカートピチピチにしちゃダメなわけで、そうですね、スカートだったら後ろは長くてもいいけど前は長かったら歩けないとかね、ありますよね、とかそういう縛りの中で作ってるのは楽しいなとは思いますね。だから服飾って言ってもそのジャンルによって、だからそれこそ登山だったら絶対こういう機能は必須だっていうのがあったり、あとはダンスの衣装とか聞くと、社交ダンスの衣装とか腕上げた状態であれ仮縫いするじゃないですか。そうですね、袖山、ちょっと専門的なこと言うと袖山が低く作ってあるとかね、マッチを入れてるとか、そうこの状態で仮縫いしててさ、わかんないかこれそうね、手上げた状態でねなんていうか社交ダンスのポーズでの状態で仮縫いしてて、両方大変だなって思った。なんかやられる方もやる方も。イギリスのなんかかなりこうちゃんと格式が高いテーラーとかだと、乗馬の服用の乗馬の木馬みたいなのがあって、それで仮縫いしたりとか、
すごい。するみたいです。乗せるの？乗っ服着せて？て服着て乗って多分こう大丈夫かみたいなのを見たりするんだと思うんですよね。まあ、確かに乗馬って結構うー違いますよね。私バイク結構普段乗るんですけど、やっぱ普通に作ったズボンでバイク乗ったらめっちゃ破れたんですよ。じゃあだからバイクのシートをそう自分のお店に置いとかないといけないかもしれない。仮縫いしないといけないかもしれない。ポケットがだからスーツのポケットも斜めについてるポケットとかあるじゃないですか。あれとかも本当はもともとは馬とか乗った時に水平になるようにって言って斜めに。こう前傾姿勢の時に落ちないように。そういうことらしいですよ。本当かどうかわかんない。そう言われてる。言われてる。いやだからそれがどんどんファッションになっていくんですよね。そうですね。だから斜めについてる方がちょっとスポーティーだっていうふうに言われたりするのはそういうの理由。なるほどね。そういうことか。なんかそういうのが多分僕は知らないこともいっぱいあるだろうし、いっぱい多分なんか意識せずに、もうだからもはやその目的は失われてるけど、残ってるものがあるかもしれない、すごい一部のマニアの人だけが知ってるみたいなことが。でも普通にファッションの一つの要素としてはみんな使ってる、っていうことがいっぱい多分あると思います。そうだね、あるよね。縛りプレイとかあるじゃん、ゲームのさ。そうですね。勇者一人で最後まで引くとかそういうやつね。パーティー組まないみたいな。あんなのあえてしてみるのもいいかもしれないですね。いいかもしれないですね。後から直せるとか思わないで。だからダヴィンチが左手なんか鏡文字書いてたとかもなんか脳の違う部分使いたかったとかもあるかもしれないですよね。なんかこう、その時に活性化されなんか新しいアイデアができるから、だからデザイナーさんとかもそういうところやってみたらいいかもしれないし。私プロジェクトラーメン好きなんだけど、ドキュメンタリー番組でアメリカの、でデザイナーのコンペティションっていうか、オーディションっていうか毎回この対決するんですよね。そう対決っていうか、なんか全員であるテーマである縛りを設けてこう作っていってだんだん脱落していくってやつなんだけど、あれめっちゃ面白いんだけど、あれやっぱ縛りがあるからいいやつができるんですよね。そうですね。多分縛りなんかすげえ太った人に作るとかですよね。あとは素材もなんか100均みたいなところに連れて行かれて、この中から作れとか言われるんだよ。やっぱある程度状況を過酷にしないとこう人間絞り出せない部分あるのかもしれない。でなんか正直プロジェクトランウェイのその優勝した人とか、その最後まで残ったすごい優秀な人たちの優勝の最後のそのデザインとか、それまでやってきたデザインのそのプロジェクトランウェイの中で作ったデザインの方がいいんだよね、その後に作るやつより。なんか個人的に負荷かけないとダメなの。そう別にその後にやっていらっしゃるのも素敵なんだけど、やっぱなんか輝いてるんですよね、そのコンペ中に作ってその泣きながら作った服の方が。まあそのストーリー自体も見てるっていうのもあるかもしれないですね。それもあるかもしれない。でもなんかすごいいいなと思って、でもそれを期待してやっぱフォローしてその後追っかけてたら、なんかそこまでのなんかものが出なかったりとかもし、まあそういう先入観もあるのかもしれないけど、なんか追い込まれるとまあじゃあこんな感じでね、皆さんも街頭を見て街頭っていう映画の街頭っていう映画を見ていろいろ考えてみてくだされば嬉しいかなって感じですね。普通に面白かったですね。あと国宝もね。国宝もいいかもしれない。衣装に注目して、そうですね。見ていただいたらいいかも。っていうことで非常に楽しい面白い映画でした。ぜひぜひアマプラで見れますんで見てください。図書館ニュースでございます。ちょっと上手くなってきてるんじゃないですか。本当ですか。なんかやっぱ関東のイントネーションが難しいですね。かもしれないですね。音節を切るっていうのが大事らしい。なんか違うらしいです。今週の図書館ニュースは何でございましょうか。今週の図書館ニュースは、まずカウンターができました。カウンターを作ったんですよ、僕。カウンターを全部。はい。まあ素晴らしい。でね、冷蔵庫が来ました。冷蔵庫というと三種の神器の冷蔵庫でございます。あれはまあすごい。私の家まだなくて。戦後すぎないですか。オールウェイみたいな。三丁目にはまだないんじゃない。いやでも三丁目にってあれ東京タワー作ってたからな。64年じゃないのあれ。64年。違うか、東京オリンピック前だから61年。61。じゃあ冷蔵庫ない家も全然あったかも。
あの人たちの家はありそうだね。あの人たちので家はあると思うで冷蔵庫が来たんでもね。お水とうん500ミリリットルのペットボトルとのお水と炭酸水、レモンの風味がついた炭酸水が買えます。まあ、レモンのレモンの風味が風味が100円です。炭酸水とお水がございますね。はい、だから下のコンビニまで行かなくても買えるのでうちで買ってくれればだいたい40円から50円のドネーションとなるので、なるほど。はい、図書館運営費になりますんで。冷やしてキンキンに冷やしてあるんですか？キンキンではないですけどね普通ぐらいです。キンに冷えてはない。キン開示キンキンに冷えたビールあとコーラが8月中無料コーラ、もう8月終わりか9月もやろうかな、なくなるまで無料コーラが在庫限りで置いてあるんです、ね、久しぶりにコーラ飲んだらめっちゃうまいなと思いましたすっごい久しぶりに飲んだけど、ペプシは置いてないんですか？ペプシじゃなかった、コカ・コーラでしたね。コカ・コーラ派なんですね。はい、なんかもらったコーラが1日2本まで、あんま飲むとね体に悪いんでなくなるまでは無料でコーラが。なんていう合言葉を言ったら出てくるんですか？コーラくださいコーラくださいでいいの？コーラくださいで、はい、あともう一番大事な図書館ニュースがありました、はい、来月9月の、19日金曜日、そうですね、19日から21日までポップアップがまたあります。素晴らしい。19日だけ14時から18時で、あとは12時から19時で、前回ここでやってくださった小谷忍さん、デニムの、小谷忍さんが19日から21日まで3日間ポップアップをしていただけるんで、デニムのお洋服を作ってらっしゃる、デニムのお洋服をして素敵なお洋服を作ってらっしゃる素敵な、そして僕のコーヒーの焙煎レベルがかなり安定してきたと思うので、僕の中では、希望者は、ところでコーヒーはって言ってくれれば合言葉が、はい、合言葉はところでコーヒーはって言ってくだされば今までは3時の僕の休憩時間に合わせて出してたんですけど、フィードバック欲しいので、僕の焙煎のレベルっていうか、なる知見をしてほしい、そうなんですね。だからいつでも言ってくださったらそそくさと入れますんで、カウンターもできてね、オペレーションもいい感じに本当にできるので素敵ですね、もう本当にね。ありがとうございます。なんか熊健吾っぽいですね。熊健吾っぽい切ってだけでちょっとね単に切ってだけなのでは。いや、そこ貼ってるあたりとかっぽくない？確かに、ね、掃除がちょっと大変そうな感じとか似てない？これはねでもね意味がある。これはってもう冷蔵庫の排熱を出したいから間を空け、でも目隠しもしたいから、熊健吾もそういうことかもしれないまずこれも見に来てほしいですね。素敵ですね。民芸ですよ、民芸名もなき制作者が、でもねこう評判が良くて、家具とかも作ってらっしゃるんですかって言われちゃったんです。もう民芸じゃないじゃん、もう。いやそっか家具職人になっちゃったら。いや趣味で本当ね雑なとこいっぱいあるんで、その売るとか揉めそうもないんでそこずっとずれてるの気になるんですよ。ここ、ここなんでずれてるかっていうのはもう、絶対映像がないから伝わんないけど本当はもうちょっとこっちに出す予定だったんですけど、邪魔だったのね。そうさすがにちょっと狭すぎるかなと思ったらずれて、入った時からずっと気になってたのあれずれてるなと思ってだからそこはまだ切ってもいいかもしれないけどでもそういうことだよ。だから制限があったらこういう新しいことをできる。そうですね。もともとはずれなかったのがこうずれて、でもこの広さがいるっていうことで縛りができて、逆にいいかもしれない。そう新しいデザイン気になったからそうだからここにポップとか置けばほら新しいことが気になったって言ってここばっかり注目されだから今回のポップアップのなんかフライヤーとか置けば、だからそこの変なズレのところになんか新しいものでやればいいってことですね。そうですよ皆さん。だからこういうことで図書館ニュースこんな感じです。はい。
今月の開館日はインスタグラム、Google マップでお知らせしておりますから、ご覧になってからお越しくださいね。お時間がね変わっていることがございますからね。服飾のお仕事をなさっている方、そうじゃない方も三つ穴熊服飾図書館においでくださいませ。どうも今日はこの辺でごめんあそばせ。さようなら。